あ、こんばんは。おはようございます。日本は夜10時ですね。金曜日ですかね、今。何曜日だろう。こちら朝の8時ぐらいです。いや、今日はね、朝から曇り気味でね、暑くなくて、風もちょうどよくて、いい感じですね。金曜なのでカレー麻婆をぶち切れました。カレー麻婆初めて聞いたな。カレー麻婆っていう食べ物あるんですか？カレー麻婆、豆腐入りのカレーってわけじゃないですよね。そうです、こちらではおはようございます。カレー麻婆って何ですか？めちゃめちゃ気になるんですけど。カレーライスと麻婆ライス半々ですか？ご飯の上にカレーと麻婆を半分ずつかけてご飯が見えない感じになってる。それちょっとわんぱくすぎますね。カレー麻婆、日本に帰ったら調べてみる。近所のラーメン屋にあるカレー味の麻婆豆腐です。カレー味の麻婆豆腐、カレー味の麻婆豆腐、もっと謎になってきたね。麻婆豆腐に隠し味のカレーじゃなくて味がカレーの麻婆豆腐、やばいな。ここに来てめちゃめちゃ気になってきた。とりあえず日本に帰ったらカレー麻婆豆腐を探すことをタスクにします。カレー麻婆麺もうまいです。何でもありだな。何でも合体させるな。名古屋ですか？なんか名古屋のご飯はいろんなものを合体させたもののイメージがあるんですけど、違うかな。でも今日あれだな、ハワイ。朝からこの気温だとちょっと涼しいっていうか、多分これ雨降る。一日中どんよりこれかもしれない。新潟、新潟か。新潟にそういうのあるんだ。新潟は燕三条ラーメンとかしか知らないですね。他にまあ米どころだからお米使ったものとかたくさんありそうだな。その土地柄でね、育つ農作物がね名物になりますからね。新潟のお米で作ったお酒とか、キューバのタバコの葉っぱで作った葉巻とか。
ライブ配信しながらね、一切葉巻の話しないのもいいかなとかちょっと思ったんですけれどもね。だって葉巻の話ばっかりしてたらなんか葉巻を全然知らない人みたいじゃないですか。確かに葉巻に詳しい人同士とかがあったりするとあんまり葉巻の話しないんですよね。さらっとしかやらないんです。全部言わずもがなって感じなので。多分葉巻に限らず全部のジャンルはそうだと思うんですけれどもね。特にそれを仕事にしてる人とかそうだと思うんですけどね。昨日なんて今朝起きてからなんか腕がだるいんですけど、腕寝違えたのかな。腕寝違えるってことあるんですかね。ずっと下にして寝てたのかな。中本にもカレー麻婆麺あるんですか。辛そうだな。でも、麻婆だから辛くないといけないんですけれども、食べた後何もできなくなるぐらい辛いやつだとね、ちょっとね食うの考えちゃいますよね。時間とかいつ食べようかなとかその後何も用事入れないようにしないといけないし。麺類食べたいな。あと出汁が効いたものが食べたいですね。海外って日本に帰るとまず食いたくなるのがそばかカツ丼なんですけどね。どっちも出汁が効いてるものなんですよね。そばは当然つゆですけれども、カツ丼もほら卵にね出汁加えて煮るっていうかね溶くじゃないですか。出汁っていうのは本当日本独特ですよね。でもね、時間帯によってはね帰ってもどこもお店やってないからね、泣く泣くコンビニ弁当とか食べる羽目になるんですけど、コンビニ弁当でもね全然ごちそうなんですよ、こっちのご飯と比べて。ツイッターもねフォローしてらっしゃる方はねいつも見てると思うんですけれども、キューバのご飯をねひどいもんですよ。そう、日本独特の味。だしを飲むと日本帰ってきたなって感じがありますね。キューバのご飯のね悪いところはね、当然まずいっていうのもあるんですけど、メニューの再現性がないんですよね。ここまともじゃん、食えるじゃんっていうふうに思って、次の日って全く同じものを頼むと別のものが出てくるんですよね。別の味になってるんですよ。作ってる人が違うのかなと思ったんですけれども、覗いてみるとどうもそうでもないと。行くたびに味が違うんじゃね、選ぶ人、消費者側はねどうすればいいか分かんないですよね。
あそこ美味しかったから食べに行こうとか言ってね、誰か連れてったらお前舌おかしいんじゃないのっていうふうなことにねなりかねないですからね。だからなんだろう、馴染みの店とか作りようがないですよね。まあ近所とかだったら近所だから行くっていうふうな馴染みはあると思いますけど、それ近所のまずいラーメン屋じゃないかみたいな感じなんで。そうですよ、同じ人が作ってたんですよ。一昨日ね、メリアコイーバっていうメリアだからスペイン資本ですねのホテルの、レストランでサンドイッチクバーナ、要はキューバンサンドイッチですよね、頼んで食べたら、今まで食べたキューバンのサンドイッチの中で一番美味しかったんですよ。いい機会だからキューバンサンドイッチについて説明したいと思うんですけれども、アメリカの映画の「ザ・シェフ」のおかげでキューバンサンドイッチって日本でも一気にポピュラーになったんですけれども、あの映画の中に出てきて表参道で開店とかねしてるキューバンサンドイッチはおしゃれなキューバンサンドイッチで、キューバで食べられてるキューバンサンドイッチとは全く別物です。映画の中表参道で話されてるそうキューバンサンドイッチっていうのは、キューバ革命でキューバから出ていったフロリダ在住のキューバ系アメリカ人が作ったサンドイッチなんですよ。要は彼らも今までキューバでサンドイッチ作ってたんですけど、アメリカに逃げてきてアメリカの材料で作ったんですね。なんで雲泥の差です。アメリカ、要はフロリダ式のキューバンサンドイッチはバゲットの中にいろいろ、もうハムもチーズも豚肉もアボカドも、いろんなものを詰めてギューッとプレスしてホットサンドにするんですね。で紙に入れて切ってみちみちにして出すみたいな、断面きれいに見せてやつなんですけど、現地キューバのキューバンサンドイッチ、サンドイッチクバーナは、まずバゲットを焼く、そのバゲットの3日前ぐらいのやつなんですよ。バゲットを焼いた後にチーズを乗っけてハムを入れて、焼いた豚肉の薄切り入れてどうぞなんですね。何が起こるかというと、外ボソボソ中ヒヤッとした最悪のサンドイッチができるんですよ。まずいなんてもんじゃないんですけれども、口の中の水分全部持ってかれるし、塩すらもね入ってないしね、何のソースもバターも塗ってないので、貧困学生ですらこんなもん食わないぞみたいな感じのやつなんですよね。それが昨日メディアコイーバで食べたやつは、材料はちゃんと新品のパン、新品のパンって言い方変ですけれども新品のパンとチーズとハムとその焼いた豚肉を挟んだ後、ホットサンドプレートでちゃんとプレスして中まで火が通ってたやつなんですよ。中まで火が通ってるキューバのサンドイッチクーバーの食べたの初めてなんで、やや感動したんですね。で美味しかったなと思って昨日もう一回同じとこ行ったら、いつものそこら中であるサンドイッチクーバーのが出てきてがっかりしました。そんな話なんですけど、キューバ人は食事に全然ねこだわりないですね。子供の頃からまずい飯に慣れてると思うんで、多分そういう風な感じになっちゃったんだと思うんですけど、キューバ人の食事のこだわりは米ですね。キューバ人の食べ物の定番はアロスコングリっていうんですけれども、お米って言っても日本みたいに粘り気のある米じゃなくて細長いパサパサのやつなんですよね。あれに、野菜と黒豆とあと豚肉のくずとかを煮込んだ黒いシチューみたいなやつ、ドロッとした豆が入ったやつですね。それコングリって言うんですけど、それをかけて食べるんですね。パッと見黒カレーみたいな感じなんですけど全然違います。塩の味しかしないです。これにフライドポテトがついてグリルしたチキンがついたらキューバ人はごちそうです。なので3食それでもいいっていうふうに言う人がいますね。実際それ3食食ってる人いるし、チキンはねついたりついてなかったりかな。でアロスじゃなくてね、米じゃなくてパンでいいんじゃないって言ったら、パンはね食べた気にならない、お菓子だおやつだって言って、やっぱ米じゃないとご飯は
そこはなんか日本人みたいなこと言うんだなっていうふうに思ったんですけれども、あとキューバ人は魚介類食べないです。まあ、釣りが趣味の人とかもいるんで自分で釣ったやつはね食べたりする人いますけど、全体的に言うと魚嫌いです。この島国で魚食わずにどうやって生きていくんだみたいな感じですけれどもね、食わないんですね。なんでかっていうと、南の島、南の海によくある、特有のシガテラ毒という魚介類に堆積する、毒があるんですけれども、まあ、沖縄とかさらに南の方とかでもねよくあるんですけれども、生物濃縮毒みたいなやつですか、テトロドトキシンみたいなあれがね、魚の中に溜まってる時があるんで、それに当たる人がねたまにいるんですよね。でそれが語り継がれてきたんでしょう。でもね、全部の魚にそれがいるっていうわけではないんですけれども、魚をね嫌がるんですよ。ということは魚の区別が多分ついてないんですけれども、南で魚があんまり好きじゃないっていうから、なんだろう、あったかいところの海だから身が締まってなくてあんまり美味しくないのかなとか思ったら、そういうほぼ迷信みたいな感じなんですよ。迷信、そう、キューバ人はすごい迷信深いんですよ。歴史的に言ってスペインのコンキスタドール、キューバだったらディエゴ・ベラスケスっていうコンキスタドールがこの島を征服したんですけれども、お墓がまだあります。スペイン人の、こっちに入植してきた人たちの子孫と彼らが連れてきたスペインだからモロッコあたりですね、北アフリカから連れてきた黒人、そしてそれらの、根血、いわゆるムラーノという人たちの子孫がキューバに住んでるんですけれども、だから普通に考えたらスペインカトリックなんですよね、宗教が。ただ一部キューバの地元、あるいは南米エリア一帯に根ざしたなんだろうな、シャーマニズムみたいなスピリチュアル信仰みたいなものですね、もう信仰してる人いるんですよ。ただそれちょっとなんかブードゥー教みたいなのが入ってるような感じなんですよね。それの信者は全身身につける服が白で、髪の毛、頭は人に見せないから白い布を巻いてます。信じてる人はほとんど黒人が村の今月の人かな。でそれは精霊か神様かよくわからないですけれども、供物を捧げるんですよね。だから動物の生贄とか、あとタバコとかお酒とか果物とか、もうそれってものすごいブードゥーっぽいっていうふうに思ったんですけれども、そういうものが下敷きにあるのか、結構キューバって迷信深いんですよね。話聞いてると面白いんですけれども、果物もダメダメですから。果物もダメダメですよ。というか果物が一番美味しいのは日本なので、日本人の果物の感覚で食ったらキューバも含めてですけど、外国の果物全部美味しくないです。日本は食べ物にねものすごいねものすごい努力するので、そこまでやるみたいな感じじゃないですか日本。いちごぐらいの甘さのトウモロコシとかモンスターですよね。昨日ツイッターでなんかあげたかもしれないですけども、出てくるね果物でね、パイナップル食べたらねキュウリみたいにボリボリ音がするんですよね。全然甘くなくてめちゃめちゃ硬い芯を食ってる感じです。キューバ人の迷信でポピュラーなのは雨に触れない、降ってくる雨です。雨が降ったらみんな大急ぎで建物の中に入ります。で全然外歩かないです。歩くとしたらものすっごいでっかい傘
ゴルフとかで使うようなめっちゃでかい傘を差して極力雨に触れないようにしてます。言うて南国だからね、何の前触れもなくスコールが来るんですけれども、今も普通に降りそうだし、なんでそんなに雨に触らないようにしてるのって言ったら、雨はね毒なんだよ、体に触れたら風邪をひくんです。それは濡れてそのままねしてね冷えたら風邪ひくだろうけれども、それは雨とは別に関係ないのでね、風呂上がりにそのまま放置してたらね体冷えて風邪ひくから雨とはあんま関係ないんだよというふうな話なんですけれども、キューバはねそれをごく真面目にね本当のことだと捉えてるんですよ。朴訥というか迷信深いというかなんというかよくわからないんですけど、本当に教育が行き届いた国なのかここはっていうふうに思ったんですけど、おかしいな、望めば誰でも大学まで無料で進学できる国なんですけどね、ここは不思議だな。でキューバで最低気温が20度を下回ることってほとんどないんですけど、年にもう3日とか1週間もないんじゃないのかな、18度とか19度とかになる時があるらしいんですけれども、そういう時もねみんなねお外出たくないみたいな感じ、外出る時はもうがっちりダウンジャケットとか革ジャンとかをね着込んで前まで締めて歩いてるんですけれども、真っ青な顔して、なんでって、だって室内のエアコンいつも16度設定じゃん、それで全然平気な顔して半袖でうろうろしてるのに屋内よ、なんで外の気温がそんぐらいだとね怒るの。おはようございます。でもそれって南国特有ですよね、どこも。タイとかでもホテルのね部屋とか設定温度を冷房で限界まで下げてキンキンに冷やしてますからね。それが多分サービスだと思ってるんですよね。でそういうのってエアコン切ってもホテルの客室のドアって下の方開いてるじゃないですか、隙間が。そこからね廊下から冷気がどんどん流れ込んでくるからめちゃめちゃ寒いっていうね。だから南国のホテルでもあのー布団かぶってね冷えないようにして寝ないといけないという。南の島、南の国はみんなそうなのかな、不思議ですよね。暑がりで寒がりという。まあでもそんなことをね、ここ1週間は異常気象でね冷えてる日本の人にいても意味ないですけどね。キューバには日本の食べ物を何か販売してないですか。まあ日本食のレストランとかね、日本人がやってるレストランとかあるらしいですけれども、これは行かないですけどね。食材を全部日本から調達するっていうのはまず無理ですから、ね、調味料とか持ってこれるからそれっぽいようには作れると思いますけれども、なんかね海外で日本食食べると、たとえね現地に住んでる日本人とかが作ってもちょっと違うからますますなんか食べたくなることが多いんで、別に行かないようにしてるんですよね。まずかろうが見た目が良くなかろうが腹の中に入っちまえば同じだし、その後葉巻すれば美味しいから。だから別に自分はね食のハードルそんなに高くないんですよ。何か食っていやこれあんまり美味しくないな、でもキューバで食べる飯に比べればまともかっていうふうに考えると大抵のものはね食べられちゃうんで。でなんか日本とかでもねお店屋さんとか行ってご飯食べるときまずいなとは思っても全然お首に出さないで、ああこの店特有、この店オリジナルみたいな感じの味ですねとか新しいですねとかいう風な感じでね済ませちゃいますけど、そこを知ることも大切ですね。そうですね、そこを知れば別に贅沢言わなくなるのでね。
で3食同じご飯とかでもね別に何も文句は言わないんですけど、まあ、その後葉巻吸えないと嫌ですけどね。日本って今夜の10時半だと思いますけれども、金曜日でしたっけ？これ冒頭にも聞きましたよね。ボケてんのかな。ちょっと曇って涼しいからこのテラス、ここはホテルの外側のテラスなんですけれども、プールもね全然人いないんですよ。ちょっと寒いとねほんとねキューバの人ってすぐこれ寒いっていうレベルでも何でもないですけどね、これ日本で言ったら。普通ね晴れてたらねこの後ろの花壇みたいなやつにねみんな鈴なりに腰掛けて電話でねガタガタ話してたり隣同士でペチャクチャおしゃべりしてるんですけど、どこに行っちゃったんだろうみたいな感じでねどっかにパーってね消えちゃうんですよ。いや日本に戻ったら極寒か嫌だな。フランスもね、経由地のフランスも空港の中も寒かったんですけど、外の気温はもっと寒かったらしいですけど、それより日本寒いですもんね。フランスもねついでに日本よりも緯度が高いので普通に寒いです。ヨーロッパって基本的に日本よりもね北の方にあるんで寒いんで、アフリカとかの方に近いイベリア半島だからスペインとかは多分都市的な気候の違いで温暖っぽいですけど、だからね予想は関係ないんですよね。なんだろうな、そもそもですけど葉巻全般が値上がりする前、コロナとかそれ以前のお話をしましょう。葉巻は世界的に値段が統制されてなくて各国国ごとにバラバラで値付けされてたんですね。で、日本の葉巻の定価っていうのはそれに比べてすごい安かったんですよ。アジアの中でも下から数えた方が早いぐらい安い。タイとか香港とかはもう日本の大体約2倍ぐらいの値付けだったんで、大前提として日本の葉巻ってものすごい安かったんですよ。だからこそ海外から買いに来る人とかもいてたんですね、わざわざ日本に来て。それを、ハバノスが、世界一定の価格にしようっていうふうに言ったのは日本だけの近視眼的な考えじゃなくて全体世界的に見た時にやっと元の値段に正しい適価になったっていうことなんですね。そもそも葉巻って安いものじゃないんですよ。安く手に入れようっていうこと自体がねおかしいんですよ。当然安ければ嬉しいですけれども、世界一般で見たら高級嗜好品なんですよね。まずその視点がね絶対的に前提条件として必要です。葉巻をビギナーの人とかだったらね自分の周りのね品物の値段しかわからないでしょうからそういうふうに考えるかもしれないですけども、世界一般で葉巻の売り上げが最も高く文化的にもね広まっているヨーロッパ主力
主戦場ですよね、葉巻はそもそもそういう値段だったんで、それに合わされた。で商品の値段を統制して世界的に同じ値段にするっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。どこか安いところがあったらそこで買う人が増えて人気が集中して元の値段につり上がる。それって世界的な物流物価の、基本的なからくりで言ったら当たり前のことなんです。例えばダイヤモンドって世界中でほとんど値段同じですよね。金もそうですよね。高級なものになればなるほど、そういうふうな値段の圧力というか値段の自律的な弾力はそうなります、経済の基本ですよ。要は今まで思いこぼしされてたのに今あらゆるものの値段が上がってる。日本のもそうね、食料品とかメーカーが3度目の値上げとかニュースとかでやってたりするじゃないですか。ヨーロッパなんかはもっと値段上がってますからね。昨日もお話したかもしれないですけどエネルギーとかね10倍とかの値段とかになってたりするので、鉱物資源はその価格を仕掛けて維持しているところがありますよね。そうそう、そういう値段をね、全体消費するものの値段全体を、鳴らす、一般化させる、一律にするっていうのは、シンジケートっていうふうに一般的に言われますけれども、それって当たり前のことなんですよね。今更説明する必要もない経済学のもう本当基本的な話なので、だから別にそれをことさらに言う気は全くないです。でハマチする人は出してるのはハバノスっていうところしかないので、価格の競争力、競争相手っていうのはいないんですよね。そこの独占なのでそこが出す値段を粛々と受け入れて吸うしかないんで、言ってもしょうがないんですよね。それが嫌なら吸うなっていう風な話にね最悪なっちゃうので。だからね、どうでもいい話ですね。山崎の薄皮あんパン、薄皮クリームパン5個入りが4個入りになった、値上げだわーって言っても値上げしましたね。しゃあないっす。原材料も高騰してて他の商品も値上がりしてるから嫌なら食わないっていう選択肢が消費者にはあります。それだけの話です。それが社会というものなので。だからそんな話必要あります例えばの話ですけれども、ヨーロッパイギリスとかではね、光熱費が10倍になってしまった、もう店開けてらんないということでパブの閉店がイギリスではね連鎖的に広がってますよね。つまりあちらの奥にヨーロッパで住んでらっしゃる方が葉巻が趣味の人がいるかもしれないですけど、あちらでも当然葉巻の値段上がってるんですよ。だって世界で一定の価格にされてますから。でこれからも上がると思いますね。だってあらゆるものの値段が段階的に上がってるわけですから、何回も。でもあちら側の人は日本よりも食料品エネルギーの値段はさらに上がってます。日本はそれに比べると、エネルギー食料品生活必需品との値段の上昇って緩やかですよね。かなり比較すると海外から羨ましがられるぐらい。それ考えたら家庭の支出が
ドカンと上がってるのはどっちって言ったらヨーロッパとかの方なんですよね日本はそこまででもないっていう風な感じで葉巻の値段は世界で一律で上がってるので、どっちが苦しいかって言ったらヨーロッパの人たちの方が苦しいんですよねいや比較するような問題でもないと思いますけれども、そう考えればね、だから視点ですよね、視点の違いですよね。経済の歴史で見たら生産活動がどんどん上がって社会活動もどんどん増えて紙幣はどんどんすられて物価というのは必ず上がっていくんですよ。有史以来物価がどんどん下がっていくっていうのはねないです。その見方で大きく価値観は変わります、ね、世界の捉え方の違いです一時的に値段がドカンというふうに下がることはありますけれども、トレンドを考えたら波打ちながらこういうふうにだんだん上がっていってるんですよね。ビッグマック指数じゃないですけども、マクドナルドの、ね、値段を見れば、ね、一目瞭然です。経済学者はねいろんなところを目つけますよね。悪魔的に頭のいい人たちばっかりですから。物の値段が上がっていく、どんどん上がっていくっていうのはことさら言うわけでもなく、リンゴは木から下に落ちるみたいなものと同じで、全く当たり前の話です。むしろ今までハバの葉巻の値段上げてこなかったのが偉いっていう風な感じで褒めないといけないです。去年の4月に世界統一の、ね、葉巻の値段が導入されて、各国もそれに合わせるような感じで上げてっていきましたけれども、それまでハバノスって過去10年間で2回しか値上げしてない、平均 8% しか上がってないんですよ、10年間でね。それに比べたら食料品とかね、高級嗜好品、高級消費財、ウイスキーとか何倍になりましたって話なんですよね。それ考えるとね、給与は偉い。値段上げずにね、今までずっと努力してきたから。要は企業努力の限界でみたいな感じで日本だとよくあるじゃないですかね。それをねめっちゃ頑張ってたわけで、確かにね葉巻の値段をね上げましたよ、また上げましたよ、製造元が言うとね弱みを見せることになるんですよね。ああキューバ苦しいんだ、だから葉巻の値段上げてるんだ。キューバは仮想敵国のアメリカに弱みを見せたくないです。共産主義の国ってねそういうイデオロギーですから基本的に、そういうところなので頑張ってやっていたんですよね。偉いです。日本が例外で異常に物価上昇が緩やかですよね。そうです。日本は小麦とか石油ガスとかは超長期契約で、値段を安定させてその価格で仕入れるよっていう契約をあらゆる方面で結ぶようにしてるので、だから日本ってすごい先進国ですよね。そこのところまで考えて商社とか官僚とかは動いてるわけですから。それでもダメ、想定していたよりももう高くなってしまったから今段階的に上がってるわけで、普通の国なんてねとっくの前にねもうボカンと上がってるわけですからね。で葉巻の値段は周りのものの値段が上がってるのに葉巻の値段が上がらないって、それ経済の合理が通らないんで、それって逆に葉巻大丈夫なのっていうふうな話になるじゃないですかね。どっかのメーカーが仕入れも光熱費も人件費もめちゃめちゃ上がってるのに物の値段はずっと変わらない、これ大丈夫なのっていう話に逆になるじゃないですか。物の見方ですよね。葉巻のことだけしか見てなかったらわからないですよね。でも普通は経済の原理にのっとってあらゆるものが動いてるので、その視点は持ってるのは当たり前ですよ。
いやキューバなんかも葉巻っていうのは確かにね俺も好きですけど、葉巻のことだけ葉巻の情報しか入れてなかったら葉巻のことはよくわからないんですよ。そうじゃなくてキューバという国、キューバという歴史、経済、国体、土壌、農業、文化とかそういうふうなものを知れば、葉巻に関してももっと分かることが出てくるんですよね。例えば外国の人が日本食が好きです、ああよく分かりますよ、美味しいですもんね日本人から見ても。でも外国の人が日本食を知ろうとしたら日本食のことだけ勉強してもあんまりね詳しくならないんですよ。限界があるんですよ。なぜなら日本食っていうのは日本という国土、民族、歴史、あらゆるものとつながっていて、それのほんの一部なわけなんですから、これはもうそういったものに限らず全部そうだと思いますね。日本食が好きなね外国の人はそこから日本びいきとかになってね日本の文化とかに興味を持ったりしてそっちの方にのめり込んだりする。結構なことだしいいことだし、そういう人多いですよね。これは葉巻が好きだからキューバのねそういうふうなこととかの情報にもいろいろ詳しくなりましたけど、だからといって別にキューバびいきにあんまりならないですよね。だって他はいいものあんまないんだもん。こんなこと言ったらキューバ人に怒られるかもしれないけど、やっぱね日本と比べちゃうとねどうしてもっていうか当たり前ですけど見劣りしちゃいますよね。お札を丸めて吸っている。葉巻はねお札を丸めて吸ってるっていうのはね確かに面白い、そうかもしれません。でもね知らない人から見たら何でもそうなんですよ。ジャパニーズウイスキーアルコールじゃんですよ。そんなめちゃめちゃ高いものなんで飲んでるの。飲まない人からしたらね工業用アルコール薄めて飲んでるのとあんま変わんないんですよね。だからお酒飲んで葉巻捨てる姿はどちらもやらない人にとってはただ何か燃やして小便の元になるものをね飲んでるだけなので、最後肺か小便になるものにねアクセクお金をつぎ込んでるわけで。でも逆に言ったら誰でもそうなんです、ね、男性から見たら女性に見てバッグ持ってるのになんでそんなたくさんあるのみたいなのと同じなんですよ。1個か2個あれば十分じゃん、仕事用と私用プライベート用ので、それと同じですよ。でも分かる人には分かるし分からん人には分からんです。それは全部そうなので、そうっすねでいいんじゃないですか。それでいちいち向きになるのもアホらしいですし、時間は有限ですから、アホのために時間使うほどねもったいないことないですからね。ちなみにね葉巻はねお金を燃やしてるっていうのもね、言えて妙だと思うんですけど、もっと重要なのは時間も燃やしてるんですよ。葉巻1本火つけたら1時間はかかりますからね。お金はいくらでも取り返しが効きますけど時間はねただただすり減っていくだけなのでそっちの方がねもっと大きいと思いますよ。私に残らないものに何でお金を使うのと費用対効果を考えないとバカにされたこと。ああ、コスパとタイパってやつですね。コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスってやつ。それ考えて人生が豊かかどうかって話ですよね。ただ生きてるだけではね人生とは呼べませんからね。動物と同じなので、費用対効果時間対効果を考えるとね人間が下品になるので、品っていうのは品格ですからね。
そういうふうな考え方でいくと寂しくなる。そこが浅くなります。そこが浅いとすぐ見抜かれてしまいますので。そうですね、葉巻に出会えて幸せですね。大体ね、人の趣味とか人の食ってるものにね、ケチつける人間はね、その人がね浅ましいだけなので、まともな人はねそんなこと言わないです。人のことを尊重しますから。そんなバカにしてきた人は、彼女もできずモテず幸せじゃないといつも口にしています。そうですね、幸せじゃないから人に突っかかったりするので、なんか他人にブーブー文句言ったりね、あいつはああだこうだどうしようもないやつだとかいうふうなやつは、それ全部自分に跳ね返ってきてるので、言われた時聞かれた時にね、ああそうですねっていうふうに返せばいいんですよ。そうやってね、もう葉巻を通してそういうものが分かる。面白いですね。友達もいない、いつも一人で安いものだけを買い、貯金通帳を眺めてるだけ。お金もね、社会をね構成するために必要なもの、生きていくために必要ですから、ある程度は必要だと思いますけど、死んだらあの世に持っていけないんですよね。生まれた時は誰でもね丸裸で、死ぬ時も丸裸にされて、しかも焼かれてしまうという、何も持っていけないというあの世にはね。なので全部生まれてから借りたものなので、必ず返さないといけないっていうか、奪われてしまうんですよね、強制的に。だから生きてる間にそれを自分の楽しみのために使うっていうのが、いいやり方だと俺は思うので、そのやり方はその人それぞれの考え方なのでね。その貯めた金で何かしたいんだったら話は別ですけれども、そうじゃないんだったら、何なんですかね、あなた全然幸せそうに見えませんねっていう風な感じじゃないですかね。人間誰しもね複雑な背景を抱えて悩みとかもねない人は絶対いないですけれども、それがねお金のあるなしでも多少は関係するかもしれないですけど、でもキューバの人たちみんなハッピーそうですよ。全然金なんかなくてボロ来てますし、国もこんなに金がなくて貧乏でインフラも整ってなくて偉いところですけど、それでもその日その日をね面白おかしく過ごしてる。外国に行って見聞を広げる、いろんなものを見るっていうのは多分きっとそういうふうなことなんじゃないでしょうかね。おはようございます。そうですね、お金は交換するものなので、何かとの交換権なので、1万円札には日本銀行券って書いてあるので、ただのね約束手形ですからね。それを使ってどうするかって話ですからね。葉巻を通して人としての幸せを考えてみるという、それが正しい葉巻との付き合い方じゃないですかね。葉巻の味とかね、美味しさとかね、値段とかも重要かもしれないですけど、それだけではないのでね。
し時差って不思議ですよね。こっちはもう普通にまだまだ朝なので鳥がチュンチュンさえずってるのにね、そちらではね真っ暗の夜ですからね、地球が丸いことをね実感しますよね。ツイッター見てたらなんか地球平面説がどうのこうのみたいな感じのがね流れてましたけれどもね、この時代にそんなこと本気で考える人いるんだって逆に感心しますけれどもね。だって水平線見たら丸いじゃないですか。大航海時代以前の人でもそのことは気がついて、それで三角測量とか開発したわけですから、ね、コンピューターもない時代にその時の人たちですらそういうことを知ってるのでね、すごいっすね。逆にすごいっすね。だから人間は信じたいものを信じるっていうのがよーくわかりますよね。区別のある人間はいろんな情報を取捨選択して自分なりに分析して判断するっていうのを無意識にやってるので、地球が丸いっていうのは「いつはスモールワールド」でも、ね、歌われてますよね。あれ歌ってますよね確か。浮気の匂い対策何かしてますか？うちは妻と子供がいるので家の中で吸わず吸うときはガレージで吸ってます。ガレージがあるんだったらそこで吸えば解決じゃないですか。全然いいと思いますよ。でね、葉巻イコールタバコイコール臭いっていうふうに反射的にね考えてしまう人もねいるにはいるんですよ。で当然紙巻きタバコに比べれば葉巻の煙の量って半端ないですから、そう思われても確かにビジュアル的な面では致し方ないっていうふうなところもあるとは思うんですけれども、でもね比較すると分かるんですよね。紙巻きタバコに比べると匂いっていうのは臭い悪臭の臭の方ですね。っていうのは葉巻の方が断然少ないです。っていうのも薬品が入ってないんですよね、葉巻というのは。なので落ち葉の焚き火と同じです。キャンプとかしてるとね落ち葉とかの焚き火とかね服とか紙についてもいずれ消えるんですよ。ずっと残ってるってことないんですね。不思議ですね。自然のものだからですかね。でもね薬品を燃やした匂いっていうのは化学臭なんですけど、それはね取れないんですよね、紙とか服から。で例えばヒノキとか杉を燃やした時の香り、落ち着くいい香りだったりするんですけれども、匂いっていうものは全部悪臭ではないっていうことです。そして人によって違うっていうことです。香水もつけすぎるとね臭いっていうふうに思う人もいるし、ちょっとだったらいい香りだったりするし、香水でもね安い化学臭がするやつとかだったら臭かったりするんで、要はそれも分かる分からないっていうのは個人差によると思うんで、何ともどうしようもないんですよね。そこは強制することができないので。ちなみに俺のYouTubeとかでいつも吸ってる部屋葉巻部屋ですけれども、あれは部屋に換気扇つけて空気清浄機何台か複数で回してますこもるとね部屋の中なので部屋が白っぽく霞がかってきて見えなくなるんで、ね、シガーバーとかでね満卓で葉巻とか捨てるとね霞かかってこないですか。あんな感じになっちゃうんですよね。葉巻は当然味もそうですけど香りも楽しむものなんでね、だからまとわせて吸うっていう風な人もいるし、オープンエアじゃなくて屋内で吸う方がいいっていう風な人もいるし、それも人それぞれの好みですからね。葉巻紙巻電子タバコの方が変に臭く感じるのでみんな嗅覚がおかしくなったのかなと思っていますが、
葉巻は少数派なので自信が持てなくなる時があります。そうですね。まあ、少数派だから臭いとかじゃなくてたくさん使われてるっていうのはそれだけプロモーションされてるっていうだけの話なので、あとは価格とかですよね。世界で一番食べられてるのはハンバーガーマクドナルドらしいですけれども、マックがいいのか美味しいのか健康にいいのかっていうのはそれは別問題の話なので。で電子タバコとかね加熱式電子タバコ紙巻きから加熱式に変えたんだっていう風な人はみんな最初臭いまずいとか言うじゃないですか。慣れてるだけですよね。慣れざるを得ないわけですよね。習慣で吸うけれども、例えば電子タバコのみですみたいな喫茶店とかも多いですから仕方なくそうしてる。でもね、人間何々が入手できなくなったから何々にする。経済学で言ったら劣等罪代替品ってやつですよね。それはね我慢できないんですよね。我慢するっていうのはそれ苦痛なので、人間にとって。それでは心の底から満足ができない。だから折り合いをつけざるを得ないっていうのも、分からなくはないです。ただそんなの吸わなきゃいいっていう風な判断もあるんでねこれもねバーとかに連れてこられて、いやこのバー禁煙なんですよ、禁煙のバー最近多いですからね。あ、そうですか。禁煙だったら吸わなきゃいいだけの話なんで。葉巻ダメなんですよって言ったら、だからそれを無理くり吸うっていう風なことはないですし、ここは吸わない方がいいな。例えば食事をするお店屋さんで、周りにお客さんがいるんだったら吸ってもいいですよって言われても吸わない。選択ができるんで。それでも吸うとか我を通すんだったらそれは単なるエゴですし、もう吸いたいんじゃなくて見せびらかしたいんじゃないのっていう風な話になっちゃいますからね。大人のたしなみには分別がありますので。そうそう、YouTube だけねご覧になってるっていう方ねもったいないので、ぜひTwitter もねご覧ください。あっちはリアルタイムでね気軽にポチポチってできるんでね、フォローしていただけると五十嵐が喜びます。その場に合わせるって大事ですよね。やっぱり当然ですよ、大人ですもん。逆にそういうふうに気を使わないでね葉巻が悪役にされがちじゃないですか。もう見た目的なビジュアル的なところとかありますしね。先入観とか誰でも持ってますから、メディアの影響とかね、タバコイコール悪役、マフィア、アルカポネ、ゴッドファーザーみたいな感じのね、それは現実としてあるので、だからお子さんがいるところでは吸わないとか、それは当たり前の話ですよ。いちいち説明する必要もないですからね。タバコだってそうでしょうし。でもね、そうですね。もう几帳面な人が全部について几帳面かっていうとまたそうじゃないじゃないですか。人間なので、ここはなんかすんごいズボラだよねみたいな感じのもあったりするんで、葉巻のことがね好きだったらきっと葉巻には気を使うと思いますからね。そんな感じでね、美味しいですよ。葉巻も短くなってちびけてきてしまったのでね、ここら辺でねおいとましたいと思います。ま
またね風邪ひかないように日本の方も気をつけてください。日本の方っつっても俺も日本人でもうそろそろ帰りますけれどもね、勉強していきましょう。人生勉強ですので。ではそれではまた。